皆さんこんにちは。一つのプラモデルを3つの動画に分け、完成までを収録しているプラモの時間。いつもご覧いただきありがとうございます。今回は長谷川から販売された三菱ランサー EX2000 ターボ ECI を製作していきます。まずはこのランサーがどんな車なのか紐解いていきましょう。まずは初代から。三菱が1973年2月に発売した小型乗用車がランサーで、ヨーロッパの騎士道華やかな時代のエリートであった槍騎士にちなみランサーと名付けられました。2代目ランサーはベストサイズベストクオリティの追求をコンセプトに1979年4月に発売。従来車よりもはるかに卓越したという意味を込めてエクシードを略した EX のサブネームがつきました。ランサー EX は窓を大きく広い居住空間を確保する八角断面のボディ形状を採用し、平面と直線で構成されたシンプルなスタイルです。エンジンは MCA ジェットシステムのオリオンエンジンとサターン80エンジン、新型のフォーリンクリアサスペンションや応答性に優れたステアリングなどを採用していました。1981年10月には1800ターボが登場。シリウス80エンジンに ECI と三菱重工がエンジンに合わせて開発した国産初のターボチャージャーを装着し、最高出力は135馬力を発揮。インタークーラーを搭載する1800ターボ GSR においては、シリウス1800エレクトロジェット ECI ターボエンジンをさらにリファインして160馬力までハイパワーを絞り出しました。キットのモデルであるこの2000ターボは日本国内向けには正規販売されませんでしたが、一部のディーラーでわずかな台数が逆輸入。国内販売された1800ターボと区別するため EC ターボと呼ばれたそうです。それではまず仮組みから。今回の制作で自身が目指す完成形は輸入車ということもあり、遠い外国で走り回っていた個体。広い大地で駆け回るランサーを想像しつつ制作を進めていきたいと思います。キットは最近の長谷川製ということもあり、プロポーションよし、精密感よし、組みやすさよしと3拍子揃ったパッケージ内容となっています。その組みやすさをいきなり実感させてくれるかのようなフロントとリアのマスクパーツの取り付け方。ボディ側に取り付け、シャシーを組んだ後にバンパーでしっかり固定できる設計にはため息出っ放しです。足回りに関してはディスクブレーキが分割され精密感満載。しっかり塗装をし組み上げていった際には驚くほどの存在感を発揮してくれるでしょう。ウィンドウもリアのみ分割となっており、とても組みやすい印象です。タイヤをはめ込みパシャリ。凛としたこの佇まいは最高の完成形を約束してくれたも同然です。早速製作していきましょう。次に筋彫りを行っていきます。使用しているツールはタミヤ製の筋彫り調光ブレードで 0.15mm の刃を装着したものとタミヤの P カッターとなります。用途としては調光ブレードは全体的な筋彫り、P カッターは刃幅が調光ブレードよりも広いのでドアやボンネットなどの開閉パーツ部分に使用しています。リアルな完成度を追求するにあたり、ボディのパーツそれぞれに対し筋を入れておかないと塗装を重ねた時に溝が塗料で埋もれてしまい、リアルなシャープさが欠けてしまうので、そうならないためにもしっかり丁寧に彫っていきます。といってもあまり深くしすぎると不自然なシルエットになってしまったり、パーツが貫通し割れてしまう場合もありますので、あくまでも軽いタッチで
それぞれ3から5回を目安に。なおかつボンネットやドアなどの開閉パーツ部分は他のパーツとの差を明確につけるためにも P カッターを使い、太めのラインになるよう意識しながらしっかり彫っていきます。続いてこの赤線部分のパーティングラインを消す作業、その他にバリなどを取り除いていく作業となります。メーカーの製造過程で金型同士を合わせてパーツを成形しているため、どうしても付着してしまうのがパーティングラインやバリですが、これを消すのと消さないのでは面がより滑らかになるなど仕上がりに大きく影響してきます。パーティングラインの確認方法としては、ボディを真上から見た際、縦一直線に入っている場合が多いので、実際に指で触り段差を確かめながら作業を進めていきます。作業手順としては800番程度のペーパーヤスリでボディ全体にあるパーティングラインを水取りで取り除いていきますが、取り除く際の注意点として細かなプレスラインもありますので、その部分まで削ってしまわないよう注意が必要となります。カーモデルの場合、前後バンパー周辺、ボディを真上から見た際にリアからフロントまで一直線にパーティングラインがあり、特に前後バンパー周辺は頑固なラインが形成されていることが多いので、根気よく処理をしていきます。続いてボディの調整加工です。まずは説明書内にある加工が必要な箇所に印をつけ、頭の中を整理整頓。必要なピンバイスの太さは 0.8mm に 1mm と 1.5mm なので準備し進めていきます。このキットは両側ドア、給油口カバー、トランクにキーシリンダーがモールドされていますが、こちらはアドラーズネストのブラインドリベットヘッドを取り付けるので、モールドを紙やすりで削り取り平坦にしてからタミヤの精密ピンバイスで穴を開けていきます。続いてサイドミラーの取り付け穴ですが、こちらは 1.5mm の指定。こちらはミスターホビーのピンバイスで穴を開けました。次にワイパー取り付け部分とナンバープレート取り付け部分であるバンパーには 1mm の穴を開ける指定ですので、こちらもミスターホビーのピンバイスで穴を開け、ボディの加工が完了です。続いて本塗装をする前の下地としてガイアノーツのサーフェーサーエボを拭いていきます。この下地処理は深いツヤのある仕上がりを目的とするのであれば必須作業になります。またパーティングラインを消すためにボディ表面を削ったりヤスリの跡が残ってしまった場合は必ずサフェーサーを拭いて本塗装の前に表面を滑らかにしておくことが大事です。いかに下地処理で滑らかな表面を作り上げるかが重要なことかと思いますし、下地の段階からこの表面を意識しておくと後々表面仕上げの工程で時間を短縮できたりするなど効率が上がります。サフェーサーを拭きパーティングラインも消え、綺麗なボディラインになったことを確認し、次の作業に移っていきますが、今回はここまで。次回はインテリア完成までをお届けする予定です。ご視聴いただきありがとうございました。